生徒から帰るなりこないうまいもんが食えるだぞ。やっぱはよう帰ってきた甲斐があったな。ほんとすっごくおいしい。ルルおかわり。もう味見だけって言ったでしょ。ですが本当に美味しいですわね。これも四季のお料理ですの？はい、その試作品になります。とりあえず味はこんな感じで問題ありませんか、兄様。ありがとうございます。式では厨房の皆さんとしっかり腕を振るわせてもらいますから、楽しみにしててくださいね。してるしてる。もうキーもちゃんと手伝ってよ。わかってるよ。僕だってかりん様をお祝いしたい気持ちは一緒なんだからね。でも兄ちゃんたちもずるいよ。こんな楽しそうなこと僕たちが出かけてる間に始めちゃうんだから。そうだぞ。お前はもっとキーたちのことも考えてだな。春蘭がカズトにその話振ったんかりんちゃん出かけた後やったんとちゃうん？そうだったか？そうだったか。もうずるいのは春蘭様も同じですよ。大きなものはもう手配は終えていますし、私たちも後でキーと春蘭様と城下に出て予定のものは揃う手はずになってますから。私の指示でこの城より大きな会場なんてとても予算が捻出できませんから、庭園に会場を作ってそこで開く予定ですわ。こちらもすでに公兵たちに命じて工事を始めさせています。だそうだ。今日は注文していたものの仮縫いと言っていましたから、城下にいるはずですわ。工房はいいのか？いや大忙しやな。なんか手伝えることあったら言うてや。カズトさん、お姉様のお式ですからきちんと予算は割いているのですし、予算超過は認めませんわよ。なんや春蘭、難しい顔して。いや、私の作業の進捗は聞かなくていいのか今後。そうだが、なんだと？どうして貴様そのようなことがわかる？そっちはどうなっとんの春蘭？今日は
キーたちの買い物を手伝うことになっているが、順調に進んでいるぞ。任せておけ。任せておけ。要は聞いてほしかっただけやろ。隊長。風とっちシース。あ、お兄ちゃん。そういうわけではありませんが。風とっち、さっきからなんで魔王の方ばっかりじっと見てるんすか？おっぱい気になるんすか？さっきからうるさいわよ、カズト。そういうわけではないけれど。ええ。この式の演出というのは少々派手すぎない？かりんねえと風とっちが歩く中でいろんな花が一斉にひらひら舞い上がるんす。きっとすっごく綺麗っすよ。そもそも実現できそうなの、魔王？まあ実現するのは問題ない思います。仕掛けの案はいくつか浮かんでますし、それにこんくらいド派手な演出入れた方が葬儀の技術力を他国に知らしめる機会や思いますし、これやるんそのものはうちも賛成です。んなしょぼい仕掛け使うわけあるかい。もっと派手にブワーってやったるわ。それはそのですね、かりん様。分かっとるからかりん様にお願いしとるんやないの、隊長。空気読んで。そこも技術や知恵の見せ所でしょ。すると言ったのだからうまくこなしてみせなさい、魔王。もうみんな簡単に言うてくれるわ。
春蘭やカロン、それに皆にまで言われたら嫌とは言えないでしょう。でも絶対楽しくなるっすよ。何よりシアやシャンフーも食と語につなぎをつけたのでしょ。今さらそれを中止にするなんて、それこそ恥の上塗りだわ。レンファも遅れるかもだけど必ず来るって。むしろこの件で怒りを買って攻め込んできてくれたなら、今度こそ葬儀の三国統一が叶うのだけれど。それでカズトはこれからどうするの？その様子だと視察はまだ終わっていないのでしょ？そうなら同じね。衣装の仮縫いに呼ばれているのよ。一緒に来る？カズトッチ羨ましいっす。私もカリン姉の花嫁衣装見たいっす。カロン様はまだこちらで手伝いをお願いしたいことが。分かってるんすよ。カリン姉のちょっとカロン様。まだ内緒。カリン姉には内緒だったっす。あら、まだ秘密のことがあるの？当日まで内緒っす。そういや隊長、例のあれなんだけど。かまへんって。で、こんな感じなんだけど、どない？仕上げは今からやから、まだパッと見地味やけどな。こっちの衣装もカロン様やサワがいろいろ手伝ってくれたんやで。カズト、何をこそこそ話しているの？置いていくわよ。用があるならこちらから出向くのが筋でしょ。任せて。それに街を見て回ることもできるしね。ええ、悪くないわ。しかし随分と浮かれているように見えるわね。落葉というよりはまるで生徒のようだわ。何？落葉の民まで招いて式を挙げるつもり？シャンもお祝いしたい。そう。
あらケイさん。お久しぶりです、カリン様。今日はどちらにお出かけですか？ええ、仕立て屋に少し用があってね。それより今は？近くに住んでいる者たちと少し話をしておりました。そう。経過はどう？カリン様のおかげですごく順調です。そのお腹にいる子はこれからの葬儀を背負って立つ一員となるべき子だもの。大事になさい。この子は葬儀の、いいえ、カリン様のことを思って大切に育てます。ありがとうございます。カリン様の赤ちゃんが私のお腹に。カリン様から直にそうおっしゃっていただけるだなんて、まるで夢のようだわ。何よ、人がせっかくいい気分に浸ってるのに。っていうか、いたの？そう、よかったわね。ならさっさと城にお帰りなさい。もう二度と私の前に顔を見せなくていいわよ。久々にだって会いたくなかったわよ。仲良し。仲良くなんかない。そんなことよりカリン様、ミュウの蜂蜜農場とやらの件は。以前ケイファが心配していた件とは無関係だったわ。今のところはね。そうですか。もう私が休みなど取らずに毎日城に詰めていれば。我らが葬儀の主、宋猛徳様よ。ありがとう。皆にも喜んでもらえたのなら何よりだわ。ええ、構わなくてよ。あらあら、着物座った子ね。緊張などする必要はないわよ。けれどあなたの望む強い子供に育てられるかは私ではなく、あなたや周りに暮らす皆にかかっていてよ。羨ましい。私も早くカレン様に私の子を抱いていただきたいわ。ゆくゆくは私と私の子でカレン様にお仕えして。でも私の子が私より優秀になってしまったらダメ。私が許せそうにない。うるさいわね。っていうか、どうしてカレン様はこんなやつと結婚式なんか。
街がこれだけ祝賀の空気に包まれてたら嫌でも聞こえてくるわよ。いまいましい。春蘭も春蘭だわ。誰が言い出したか知らないけど、なんでそんな妄言を止めなかったのかしら。なんですって。ちょっとシャンフ。お兄ちゃんの言う通り。危なくなんかないわよ。話しなさいってば。大丈夫？ええ、ありがとうシャンフ。当たり前でしょ。でも春蘭のやつ、本当に何を考えてるの？そろそろ行くわよカズト。ええ、葬儀の未来のことはあなたたちに任せたわよ。ケイファ、あとはよろしくね。はい、お任せくださいませ。どうかした？あら、意外？私も別に王宮で生まれ育ったわけではないもの。小さな頃は陛下たちや近所の子供の面倒を見ていたこともあるしね。その顔はなんだか不遜なことを考えている顔ね。どうだか。着いたわよ。この店でよかったわよね。おや、本郷とシャンフーも来たのか。シャンは護衛。ならカリー様、こっちなの。もう準備はできてるよければシャンフーも見ていくといい。隊長は入っちゃダメなの。これからカリン様の着替えなのだぞ。たとえ本郷といえど、男は控えてもらおう。私は別に構わないけれど。そんなのダメなの。沢の言う通りです、カリン様。本郷もいいな。
方ないわね。カズト、支度が終わったら呼んであげるからしばらく待っていなさい。隊長は絶対見ちゃダメなの。どうしたのだ本郷、難しい顔をして。そちらはシアが引き受けてくれてな。魔王からカリン様が花嫁衣装の仮縫いに行かれたと聞いて駆けつけてきた次第だ。もしかしてもう終わってしまったか？貴様は入らんのか？ふふん、そうか。カリン様、春蘭ですが、そちらに入ってもよろしいですか？なんだ、姉者まで来たのか。カリン様、どういたしましょう。好きになさい。だそうだ、姉じゃ。なら本郷、先に入らせてもらうぞ。カリン様、春蘭様、泣きすぎなの。わがまま、これは涙ではない。感動の感動の感動のカリン様。それ以上近寄ってはダメよ、カズト。もう隊長、女の子の着替えを覗くなんて最低なの。まあ仕方あるまい。これだけお美しいカリン様の姿だ。気にならん方がおかしいというもの。そうね、これならもういいでしょ。カズト、入っていいわよ。嘘を言っても仕方ないでしょ。それともそのままずっとそこにいる？